こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は 3D ソニックシリーズの先駆け、ソニックアドベンチャーに登場する強力なボスたちをご紹介します。ソニックアドベンチャーのボスといえば、まず真っ先に思いつくのはカオスかと思いますが、今作にはこのカオス以外にも色々なボスが登場しています。そしてその中にはカオスをはるかに凌駕するほどの強力なボスも存在するんですが、やっぱりカオスの印象が強すぎて、他のボスがあんまり思い出せないなという方も多いかと思います。ですがソニックアドベンチャーに登場するボスはどれも非常に魅力的ですし、中には倒してしまうのが本当に心苦しくなるくらい悲しい境遇のボスなんかもいるので、彼らを忘れたままにするなんてもったいない。ということでこの動画では、そんなソニックアドベンチャーに登場するボスの中から特にプレイヤーを苦しめた強力なボスたちをランキング形式で振り返っていきたいと思います。ラスボスであるパーフェクトカオスを除いた全てのボスたちの中から、僕が特に強かったなと思うボスを6体選出してきました。こいつ苦戦したな、うわ、このボス懐かしいと思うキャラクターも出てくると思うので、ぜひ皆さん昔遊んだ頃を懐かしみながら最後まで楽しんでいただければと思います。それでは早速始めていきましょう。第6位はカオス6。カオスエメラルドを6個吸収したカオスの姿です。地球上のどの生物とも似つかない、まさにモンスターという部にふさわしい見た目をしていますよね。このカオス6は物語の後半に沈没するエッグキャリアの上で戦うことになります。よどんだ天気のせいでより一層不気味さが増してますよね。ただよく見るとよちよち歩きのような動きをしているので、個人的には意外と可愛いななんて思ってます。こう思ってるの僕だけですかね。このカオス6はソニック、ナックルズ、ビッグの3人が戦うことになるんですが、今回紹介したいのはナックルズ編での戦闘です。ナックルズ編ではこのカオス6がラスボスになっているので、他の2人と比べて一番難易度が高いんですね。カオス6の攻撃方法は吸い込み攻撃、ジャンプからの衝撃波、直手でこちらの動きを制限した後に尻尾を振り下ろしてくる攻撃の3種類。一見のろそうですが結構ダイナミックに動くんですよね。またナックルズで戦闘する際は足場の一部が陥落していて、その陥落した足場に乗るとダメージを受けてしまいます。ソニックやビッグで戦うときは全て足場が揃ってるんですが、ナックルズ編だけ足場が少なくなってるんですね。ちなみに縁の部分はダメージ判定がないので、そこを走り回ってれば基本的に安全なんですが、たまに吸い込み攻撃でこのダメージ食らう足場に落とされることがあります。このカオス6、モンスターのような見た目をして意外と頭脳派なのかもしれないです。そんなカオス6なんですが、通常時はこちらの攻撃を全く受け付けず、それどころか不用意にカオス6に触れるとダメージを受けてしまいます。ではどうやって倒すのかというと、フィールドに転がっているこちらのメカを利用するんですね。こちらはソニックたちに冷却ガスを吹きつけてくる装置で、普通に近づくとこっちがダメージを受けてしまうんですが、一度攻撃を加えると地面に落ちて拾うことができるようになります。そしてそれをカオス6に投げつけると、なんとカオス6が凍りつくんですね。そしてこのカオス6が凍っている間に攻撃を加えることでダメージを与えることができるんです。この巨体を一瞬で凍らせるとか、どんだけ冷却力強いんだって思いますよね。ただこの冷却装置を投げつけるためにはある程度助走をつけなきゃいけなくて、助走が不十分だとこのようにそっと地面に置いてしまうんです。加えてカオス6が距離を詰めてくるのが結構早い上に、さっきも言ったようにナックルズ編では足場も狭くなっているので、この冷却装置をカオス6に投げつけるのが結構大変なんですよね。うまく投げつけることができなくて逆にダメージを食らっちゃうなんていうのもあるあるなんじゃないかと思います。この工程に毎度毎度苦労させられているので、今回このナックルズ編のカオス6をランクインさせました。ちなみにこの冷却装置、これがないとカオス6を倒すことができないので、まごうことなきキーアイテムになるんですが、この冷却装置を用意してくれたのはエッグマンです。もともとはソニックたちを凍らせて足止めしようとしたのだと思いますが、逆にカオスを倒す切り札として利用されてしまいました。なんかこれすごいエッグマンらしいですよね。彼がいなかったらカオスが倒せなかったので、感謝してもしきれないです。またこのカオス6はナックルズの他にソニックとビッグでも戦うと言いましたが、時系列的にはまずビッグが戦って、その後にソニック、最後にナックルズが戦うという順番になります。そしてナックルズに倒されたカオスは姿を消してしまい、彼が吸収していた6つのカオスエメラルドが残されました。そしてナックルズは迷った挙句そのカオスエメラルドを持ち帰るんですが、この行動がソニックアドベンチャーのラストエピソードへと繋がっていくんですよね。ここでは長くなってしまうので詳細は省きますが、気になる方はぜひソニックアドベンチャーの配信を見ていただければと思います。ということで、最強ラスボス第6位は、ある意味エッグマンによって倒された不憫なボス、カオス6でした。第5位は頑丈すぎるストーカー野郎ゼロ。このとにかく角張った緑の体が特徴です。このゼロはエミー編の冒頭で登場します。エミーが保護した小鳥を捕獲するためにエッグマンが送り込んできたロボットがこのゼロでした。この登場時無言の圧がすごいですよね。いかんせん体がでかいのでプレッシャーがえぐいです。
その後ゼロはエミーと小鳥を追い回すようになるんですが、なんとこのエミー編では、ステージ中でも常にゼロに追い回されるんですよね。この時のゼロは攻撃を加えると一瞬ひるみますが、倒すことはできないので、追いつかれないように必死に逃げ回ってゴールを目指す必要があります。エミー編では全ステージでこのゼロに追われることになるので、子供の時はめちゃくちゃトラウマでした。もう倒せない敵に追われるのって超怖いんですよ。ほんとなんてロボット作ってるんだってエッグマンに文句言いたいですね。ということでストーリー中ずっとゼロから逃げ回っていたエミーと小鳥ですが、物語の終盤でゼロの攻撃が小鳥に当たってしまいます。そしてこのことにエミーが激怒し、ついにゼロと決着をつけることになるんですね。ゼロの攻撃は拳を飛ばしてくるロケットパンチ、ジャンプ攻撃、腕を伸ばして回転する攻撃の3種類。このゼロはそこまで高性能なロボットではないので、どの攻撃も至ってシンプルです。ただシンプルな分技の出が早かったりするので、意外と避け切るのが難しかったりもしますね。一方でゼロにダメージを与えるためには普通に攻撃するだけではダメです。ゼロの体力を削るにはまずゼロを攻撃してフィールドの端にある電流網にぶつけます。するとゼロの頭が開いて中からコアのようなものが出てくるので、この部分を攻撃するとようやくダメージを与えることができるんです。もう明らかに弱点だろって部位が出てくるので、初見でもすぐ分かりましたね。ただこの頭の蓋は閉じるのが結構早いので、スピーディーかつ正確な操作が求められます。またそもそもゼロを電流に当てるのも割と大変なので、1回ダメージを与えるだけでも一苦労ですね。もうステージ中でもめんどくさいやつだったのに、ボス戦でも面倒なんですよこのロボ。初めて遊んだ時はマジで勘弁してくれって思いましたね。ちなみにこのゼロというロボットは今作のプレイヤーキャラであるガンマと同じく E100 シリーズに属しています。今作を遊んだことがある方はガンマ編で色々な E100 シリーズと遭遇したかと思いますが、彼らは皆 E101 ベータ、E102 ガンマという風に投資番号とギリシャ文字を組み合わせた名前が与えられていますよね。ただ勘がいい人なんかは、なんで一番最初の101がアルファじゃないんだろうという疑問を抱いたかと思います。ギリシャ文字の一番最初の文字はアルファですから、普通に考えたら一番若い機体は E101 アルファと名付けられるのが自然な感じしますよね。しかし実際は E101 に与えられた文字はアルファではなくベータでした。これはどういうことかというと、実はベータよりもさらに前に作られた E100 シリーズがいたということです。そしてその機体こそ今紹介しているエミー編のボスゼロなんですね。またこの時点で気づいた方もいるかもしれませんが、この機体の名前ゼロというのは E100 の0から来ています。ただこの機体は E100 シリーズのプロトタイプとして作られていたので、ギリシャ文字は与えられず、見た目も他の E100 シリーズとはだいぶ違っています。武器などの装備もまともに与えられていないんですが、その代わり非常に頑丈なボディを与えられているので、ゲーム中ではめちゃくちゃ苦労させられることになりました。実は E100 シリーズの中で一番強いんじゃないかなんて思ってしまうくらい本当に面倒な敵でしたね。さあということで最強ボス第5位は、実は最強疑惑のあるストーカーロボゼロでした。第4位、地味に強敵カオス2。兜のような頭とバカでかい腕が印象的ですね。このカオス2はカオスエメラルドを2つ吸収した状態なんですが、このカオスと戦闘するのはナックルズのみ。時系列的にはエッグマンがソニックとテイルスをガスで眠らせた直後になります。ホテルの宴会場に向かったエッグマンをナックルズが追いかけると、そこにはカオスの姿が。そしてエッグマンはたった今ソニックたちから奪ったカオスエメラルドをカオスに与えます。するとカオスの姿がみるみる変化し、今紹介しているカオス2に進化。そのままナックルズに襲いかかってくるんです。さっきのカオス6とは違って、このカオス2はまだ人の形は保っていますね。見るからにパワーがありそうでかっこいいので、個人的にはかなり好きな形態です。そんなカオス2の攻撃は球体になって体当たりしてくる攻撃、大きく振りかぶった後にパンチしてくる攻撃、巨大な水溜りに変化する液状化攻撃。ちなみにこの水溜りは触れるとダメージを食らいます。そして最後に細かい球体に分裂する分裂攻撃です。このカオス2戦はフィールドが少し狭いので、どの攻撃も回避するのが結構大変なんですが、特にパンチ攻撃と液状化攻撃がクセモノ。パンチ攻撃はホーミング機能がついているので1回避けても追いかけてきますし、液状化攻撃はフィールド全体を覆ってしまうので滑空で回避するしかありません。しかも水たまりが引くまで結構時間がかかるので、滑空の滞空時間が持つかどうか毎回ヒヤヒヤさせられます。すごい物理型みたいな見た目してるのに結構いろんな技使ってくるんですよね。なおカオス2にダメージを与えるにはカオス2の頭部を攻撃する必要があるんですが、通常時は攻撃しても腕で防がれてしまいます。ではどうするのかというと、カオス2が攻撃した後の隙を狙って攻撃を加えるしかないんですね。特にパンチ攻撃の後はかなり大きな隙ができるので、ダメージを与える大チャンスです。ジャンプ、滑空、
パンチのどれでもいいので、頭を狙って攻撃しましょう。ちなみにこのカオス2はナックルズ編の最初のボスなんですが、最初からこのような仕様にしてくるの結構鬼畜ですよね。相手の隙をついて攻撃するなんてどちらかというと終盤のボスっぽい仕様なんですが、このナックルズ編では最初のボスがこの仕様なんです。なので個人的にはなんですが、最初に紹介したカオス6よりもこっちのカオス2の方が苦戦した記憶があります。さっきも言いましたがフィールドもちょっと狭いですね。あと周囲に設置されている柱で視界がちょくちょく遮られるのも地味にやりづらい。そんな事情もあるので、このカオス2はさっきのカオス6よりも上の4位にランクインさせました。ちなみにこの戦闘後、ナックルズはエッグマンからソニックがマスターエメラルドを狙っているという嘘をつかれ、ソニックと戦うことになってしまいます。ナックルズが騙されるくだりはもはやお家芸と言ってしまっても過言ではないですよね。さっきまでかっこよく戦っていたのにすぐ騙されてしまうナックルズ、たまらなく愛おしいです。ということで、最強ボス第4位は、最初のボスとは思えない強さを誇るカオス2でした。第3位は E105 ゼータ。体中に武器を備えた固定砲台のようなロボットです。これかなり特徴的な見た目をしていますよね。初めて見た時は結構びっくりしました。このキャラクターはガンマ編に登場するボスで、第5ステージ、ホットシェルターの最深部に待ち構えています。また頭部を見るとわかるようにガンマと同じ E100 シリーズのロボットで、カラーリングは紫です。このゼータはかなり強力なボスで、体中に備えた砲台から絶え間なく大量のミサイルを放ってきます。しかもこのミサイルは追尾機能を用意しているので、逃げても追いかけてきます。大量のミサイルに追われるというのはなかなかの恐怖ですね。またこのボス戦ではガンマが立っている床が常に回転しているので、例えば回転と逆方向に動いてしまうと、すぐにミサイルに追いつかれてしまいます。そのためプレイヤーはミサイルの動きと床の回転方向の両方に注意を向けなければならないので、正直かなり難易度の高いボス戦です。このホットシェルターはステージ自体も結構難しいので、このステージトラウマですという方も多いかもしれないですね。そんなゼータとの戦い方は、ゼータの放ってくるミサイル攻撃をかいくぐりながら、ゼータの砲台を攻撃するというもの。全ての砲台を破壊することができれば、ゼータを撃破することができます。たださっきも言ったように、このボス戦ではミサイルと床の回転のコンボがえげつないので、落ち着いて狙いを定めるのはほぼ不可能。とにかく目についたものを全てロックオンし、数打ち当たる戦法でゴリ押すのが基地です。すごい野蛮な戦い方ですが、実際これが一番安定すると思います。そして無事に全ての砲台を破壊できたらクリアなんですが、このゼータ撃破時の演出もかなり印象的です。他の E100 シリーズを撃破した際は普通に機体が爆発するんですが、このゼータに限っては頭部だけが吹き飛ぶんですね。その巨体に見合わず撃破時の演出が割と地味だったので、妙に印象に残っています。このようにゼータというボスは、その外見、戦闘中の強さ、撃破時の演出のどれもが非常に特徴的なので、このボスすごい覚えてるという方も多いんじゃないでしょうかね。なおこのゼータというロボットは非常に悲しい経歴を持つロボットでもあります。というのも、このゼータはもともとはガンマと同じような形だったんですね。普通に自由に動ける体を持っていたんです。しかしエッグマンから与えられた任務に失敗したことで、他の兄弟機たちと共に追放され、このような固定砲台のような姿に変えられてしまいました。この時追放された他の兄弟機たちも多少の改造は施されていたんですが、彼らは腕の武器をいじられただけで、このゼータのような大幅な改造はされませんでした。なぜゼータだけ体の自由を奪われる羽目になったのかは分かりませんが、こういった経緯を知ってしまうと、このゼータとの戦闘が途端に辛くなってきますよね。たった一度の失敗でこんな姿に変えられてしまったなんてあまりに不憫です。ということで、最強ボス第3位は悲しい経緯を持った戦闘ロボ、ゼータでした。第2位は、レーザーヘビのエッグバイパー。このボスは見るからにヤバそうな風格がありますよね。このエッグバイパーはソニック編のラスボスで、第10ステージのファイナルエッグで待ち構えています。フィールドも暗めで、いかにもラスボスっぽい雰囲気です。このエッグバイパーは残りの体力によって行動パターンが変わってくるんですが、戦闘開始直後は主にレーザー攻撃を放ってきます。エッグバイパー戦は足場がかなり狭いので、落ちないように要注意です。そしてレーザーをかわしきるとエッグマンが登場してソニックを煽ってくるので、この隙に攻撃しましょう。ほんと何してるんですかね、エッグマンは。この煽りがなかったら勝てたんじゃないかと思うんですが。そして1回ダメージを与えると今度は通常のレーザー攻撃の後に少し強めのレーザーを放ってきます。このレーザーは着弾した後かなり大きな爆発が生じるので、巻き込まれないように注意です。そしてもう何回かダメージを与えると今度は視点が変わり、足場の端からビームを連射してくるので、これも回避。
その後はいつものレーザー攻撃の後に針がついたこのパーツを飛ばしてくるようになるので、今度はこのパーツに乗ってエッグマンに近づき、ホーミングアタックで直接攻撃です。そしてこの攻撃を3回通すことができれば、ようやくエッグバイパー撃破になります。ただしこのエッグバイパーに関しては体力を削り切った後も油断してはいけません。なんとこのエッグバイパーは体力がゼロになった後に最後の悪あがきとしてソニックに向かって突進してくるんですね。この突進攻撃も回避して初めてエッグバイパー戦クリアということになるんです。この最後の突進結構エグいですよね。一応ヒントボールがまだ何かあることくらいは教えてくれるんですけど、かなり直前までどこに突進してくるかわからないので、ちょっとでも気を抜いたら食らってしまいます。このようにこのエッグバイパーはかなり色々な攻撃をしてくる上に最後の悪あがきもしてくるので、多くのプレイヤーが苦戦したボスなんじゃないかと思うんですが、個人的には足場が狭いのも結構きつかったですね。これやってみるとわかるんですけど、見た目よりもだいぶ狭くて攻撃を避けるのが難しいのはもちろんなんですが、結構すぐ落ちちゃったりもするんですよ。特にこのエッグバイパー戦はジャンプが要求されることが多いので、ちゃんと着地地点を確認しておかないと落ちまくっちゃうと思います。また後半になってくるとエッグバイパーが足場をどんどん減らしてくるので、ますます難易度が上がってきますね。このように本当に色々な面で難易度が高くて、シンプルに強いボスというのがこのエッグバイパーだと思います。やはりソニック編のラスボスを任されているだけあって、このソニックアドベンチャーの中でも屈指の強敵です。本作はそんなほとんどのプレイヤーにとって非常に印象に残っているボスなんじゃないでしょうか。ということで、最強ボス第2位はシンプルにすごく強いエッグバイパーでした。ソニックアドベンチャー最強ボス、栄えある第1位は、ベータカイ。皆さんこのキャラクター、どこかで見たことありませんか？そう、このキャラクターは、先ほど第5位のゼロを紹介している時に少し出てきた、E101 ベータが改造された機体です。このベータはガンマ編の序盤でガンマとの一騎打ちに敗れ、エッグマンから見放されてしまいます。しかしエッグマンにすがりついた結果、特別にその後もエッグマンに帯同することを許されますが、エッグマンはベータのことをより戦闘重視のロボットに容赦なく改装してしまうんです。ガンマ編の中ではガンマがこのベータが改造されている過程を目撃してしまうというシーンがあるんですが、そのシーンでは何とも言えない恐ろしさや虚しさなんかを感じてしまいます。人によってはトラウマシーンになっているかもしれないですね。そんな過程を経て改造されたベータは若干過去の面影は残っているものの、足がなくなっていたり顔も変わっているなど、もはやほとんど別機体のような姿になっています。しかしその性能は格段に向上していて、攻守ともに E100 シリーズ最強クラスの機体です。ベータ界の攻撃は突進、誘導ミサイル、波動砲の3種類。どれも非常に強力な攻撃で、例えば突進攻撃は追尾性がかなり高いので、かわすのがかなり大変です。また誘導ミサイルと一緒に放ってくることもあるので、要注意ですね。さらに波動砲も厄介で、着弾した後に爆発する弾を連射してくる上に、最後の一発はフィールドの半分以上を巻き込む大爆発を起こすので、当たらないように全力で回避する必要があります。どの攻撃も結構マジで厄介なので、最初のうちは全然反撃できないかもしれないですね。そんなベータカイの倒し方なんですが、このベータカイは通常時に攻撃しても全て弾かれてしまいます。そのため第4位のカオス2のように攻撃後の隙を狙う必要があるんですが、このベータカイに攻撃できるタイミングは突進攻撃を避けた直後のみ。しかもすぐに攻撃を加えないと隙が終わってしまうので、カオス2よりも格段に攻撃が通りづらいです。そもそも突進を避けるのですら一苦労ですからね。ちなみに突進攻撃を食らってしまうと反撃するタイミングがなくなってしまうので、ベータカイを倒すためには、まずこの突進攻撃を安定して回避できるようになる必要があります。またこちらが攻撃している限り突進攻撃はしてこないので、第3位のベータ戦のように数打ち当たる戦法も使えません。そのようなごまかしは一切通用しないんですね。ベータ界の攻撃を確実に回避した上で確実に攻撃を加える。この成功法をしっかり成功させないと勝つことができないんです。このベータ界はガンマ編のラスボスでもあるんですが、他のキャラクターのラスボスと比べても攻撃の激しさやダメージの与えづらさなどがトップクラスですね。まさにソニックアドベンチャー最強ボスと呼ぶにふさわしいキャラクターなんじゃないでしょうか。なおこのベータ界を倒すとガンマ編のエンディングになるんですが、このエンディングではもう号泣必至の衝撃展開が待っています。っていうかこのガンマ編自体がめちゃくちゃ完成度の高い神シナリオなので、見たことがないという方にはぜひ一度見てみてほしいですね。以前配信したこちらの回でガンマ編をプレイしているので、よろしければこちらでチェックしてみてください。ということで、私ケイティが選出したソニックアドベンチャー最強ボス第1位は、攻守ともに最強の機体、ベータカイでした。皆さんの思う最強ボスはどのキャラクターでしょうか？今回出てきたキャラクターでも、そうでないキャラでもいいので、皆さんの思う最強のボスもぜひコメントで教えてください。また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。